皆様こんにちは、関田です。今回は8月9日全国発売、6月19日より先行発売中のルナソルアイカラーレーション N の新色01ノストラジックタイム、02ビターロマンス、03アーバンクラシック限定色の EX01 セレーンモーメントをご紹介していきます。デパコスのアイシャドウの中でも特に高い人気を集めるルナソルのアイカラーレーションから新しいシリーズのアイカラーレーション N が登場ということで、今回は限定色含む全4色の1色ずつの単色塗りと各パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。少しでもカラーや質感の参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ルナソルアイカラーレーション N01ノスタルジックタイム、02ビターロマンス、03アーバンクラシック EX01 セレーンモーメント。アイカラーレーションは洗練の高みへ、より繊細に、より上質に、心地よくほどける滑らかなパウダーがしっとりとまぶたそのものを色づかせるように、美しい色彩と透ける影が溶け合いながら奥行きを生み出し、ソフトながらモダンな表情を演出。今、眼差しが語り出す。01は柔らかな光をはらんだソフトマットなオレンジベージュが優しく目元を彩るノスタルジックタイム。02は黒みを潜ませたピンクにグレイッシュなピンクを重ね合わせたビターロマンス。03は都会的ですっきりしたグリーンにゴールドの輝きを掛け合わせたアーバンクラシック。そして限定色 EX01 はグレイッシュなトーンにブルーが澄んだ印象を引き出すセレーンモーメント。今回のコレクションで初めて登場したアイカラーレーション N は通常のアイカラーレーションと比較するとこんな感じで、全体的にサイズが一回りほど大きくなっているのと、粉質も手元で見た感じ、よりしっとりとして肌に溶け込むような質感に変わっている感じがしました。BA さんにお伺いしたところ、現時点では通常のアイカラーレーションが廃盤になってアイカラーレーション N にリニューアルするという情報はないらしく、アイカラーレーションもアイカラーレーション N も両方購入することができるそうです。それでは早速新色の01ノスタルジックタイムからまずは1色ずつの単色塗りでカラーをお見せしていきます。左上から A、繊細な光感で明るさと立体感を与えるカラー。やはり通常のアイカラーレーションよりも粉質がしっとりとしていて、より肌に溶け込むように馴染む粉質に変化したなと思います。特にこちらはベースのカラーがかなり肌なじみがいいので、とても上品な印象に仕上がります。まずは1色目 A のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。ベースがとても肌なじみがいいカラーなのと、粉質が軽やかなのにしっとり感があって、スッと肌に溶け込んでいくような感じなので、微細で上品なラメだけがまぶたの上に残るような感じです。続いて B、肌に溶け込むように馴染みながら骨格を自然に引き立てるグレイッシュなカラー。B はグレイッシュで程よくまぶたに陰影をつけてくれます。ただこちらも肌にふわっと溶け込むようなカラーなので、指で塗ってもカラー調整がしやすいです。2色目 B のカラーはこんな感じでした。一塗りでも絶妙な陰影を与えてくれますが、肌に溶け込むような粉質のおかげで重くなりすぎない、すごく綺麗な影色だなと思いました。カラー自体も少しグレイッシュだったり、くすみのニュアンスも効いていますが、寒色に寄りすぎないベージュブラウンという感じで、ベーシックなのにおしゃれなカラーだなと思います。アイカラーレーション N を改めてまぶたの上にのせてみると、
スックのシグニチャーカラーアイズの発色をかなりナチュラルにして軽やかな質感にしたようなしっとり感と肌への溶け込み感がすごく綺麗なアイシャドウだなと思いました。通常のアイカラーレーションの軽やかで使いやすい粉質はそのままにしっとり感と滑らかさが増したような印象です。A のカラーと B のカラーそれぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて C、くすみを忍ばせた鮮やかさが目元を彩るカラー。こちらはルナソルらしい明るめのオレンジカラーのベースに艶やかなピンク系のラメが効いています。はい、C のカラーはこんな感じでした。このパレットのメインになるような明るいオレンジのカラーなので発色もかなりしっかりとしていますが、やはりこちらも肌に溶け込むような質感なので高発色ながらも柔らかいイメージに仕上がっていてすごく上品です。ベースは鮮やかで明るめのオレンジですが、微細なピンクのラメが効いている効果で全体的にピンクがかったような可愛らしさも演出してくれます。最後 D、目元に柔らかな深みと奥行き感を与えるグレイッシュなカラー。こちらのカラーは締め色にも使えそうな高発色なタイプですね。パレットで見るよりもピンクのニュアンスを強く感じてすごく可愛いです。はい、D のカラーはこんな感じでした。反対に塗っている C と同様、こちらもかなり発色がしっかりとしているタイプです。ふんわりと滑らかな粉質のベースに微細なラメの輝きを感じることができます。ローズのニュアンスが効いている大人っぽいピンクブラウン系に発色してくれるので、締め色としてはもちろん、このカラーをメインにメイクしても可愛いんじゃないかなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。それでは01ノストラシックタイム全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このパレットのメインカラーは高発色ながらも肌に上質に溶け込む感じがものすごく可愛かったので、指を使ってしっかりと発色させていきます。微細なラメの艶めきもとても綺麗です。続いて D のカラーを指に取って上まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます。この D のカラーはまぶたの上にのせるとローズのニュアンスが効いているピンクブラウンに発色して、この大人っぽい絶妙なニュアンスがすごく素敵だなと思いました。オレンジの上にしっかりと重ねてグラデーションを作っていきます。続いて B のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたにはカラーの2色を使ったので、下まぶたはシンプルに陰影をつけてバランスをとっていきます。最後 A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。はい、01のノストラジックタイム全色を使ったメイクが完成しました。パレットを見たイメージだとルナソルらしいオレンジベージュ系かなと思いましたが、1色ずつ単色塗りをしてみると意外と全体にピンクのニュアンスが効いていたので、今回はオレンジをメインに使いながらもピンクのニュアンスもしっかりと効かせて、このパレットの柔らかさや上品さを前面に出してみました。ベーシックですが洗練感や上品感がある色出しや粉質がとても素敵だなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いては02ビターロマンスです。まずは1色ずつ単色塗りをしていきます。1色目 A のカラー。肌なじみのいいピンク系のベースにラベンダーのラメが効いていて透明感抜群なカラーです。はい、1色目 A のカラーはこんな感じです。こちらもしっとりと肌に溶け込むような粉質ですが、ベースのカラーが比較的しっかりと出てくれるので、単色塗りでも物足りなさを感じずに使えそうです。柔らかくて明るいピンクのベースにラベンダーやブルーの透明感抜群なラメがキラキラと輝きます。続いて B のカラー。B のカラーはグレイッシュなラベンダーカラーで大人っぽさと透明感を両立していてすごく綺麗です。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。重ねれば重ねるほど青みのニュアンスをしっかりと感じられるような
グレイッシュなピンクパープル系のカラーがとても今っぽいです。こちらにも微細なラメが散りばめられていて、艶やかな印象を与えてくれます。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。やはり01と同様、かなり高発色です。こちらも肌に溶け込んでくれるので、とても使いやすいです。はい、C のカラーはこんな感じでした。ブランドのカラー説明に黒みを潜ませたピンクという記載があった通り、少しダークな印象も感じながらも鮮やかさもあるような、とても不思議なピンクカラーに発色します。パールやラメはほぼ感じないようなソフトマットな質感もこのカラーの発色を引き立てていて素敵です。最後 D のカラー。D もくすみがしっかりと効いている寒色系のブラウンカラーです。はい、D のカラーはこんな感じでした。なんとか塗り重ねていくと少しパープルのニュアンスも感じるような寒色寄りのグレイッシュなブラウンカラーです。こちらにはほんのりと微細なラメがキラキラと輝きます。すごく今っぽいニュアンスのパレットだなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは02のビターロマンス全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて C のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。A のカラーをベースに塗っておくと、この C のふんわりしたニュアンスにツヤが加わってとても可愛いです。少し軽やかな印象にしたい時におすすめです。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色として重ねていきます。最後に B のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体と上まぶたのまつげの際に少し太めのライン状になるようにのせていきます。はい、02のビターロマンス全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。黒みやグレイッシュなニュアンスが効いているピンクカラーでしたが、今の時期からでも使いやすいようにベースにラメのカラーを仕込んだり、最後にアクセントとしてツヤのカラーを入れたりなど軽やかな印象に仕上げてみました。青みと深みを感じるようなピンクパープルカラーで今年っぽい顔に仕上がったなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いて03アーバンクラシックです。まずは1色ずつ単色塗りをしていきます。1色目 A のカラー。こちらは馴染みのいいホワイトベージュのベースにかなり繊細なラメが輝きます。ツヤのニュアンスだけが乗るような感じで綺麗です。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。指で何度か重ねていってもベースのカラーはかなりナチュラルだったので、色や重さは出さずにツヤの質感だけを与えたい時に使いやすそうなカラーだなと思いました。続いて B のカラー。少しくすみ感のあるゴールドカラーがとても可愛いです。ラメはかなり大粒で華やかな印象にしてくれます。2色目 B のカラーはこんな感じでした。しっとりとしていて高発色なくすみ系のゴールデンベージュカラーのベースに、さらに上からシルバーやゴールドの贅沢なラメの輝きを感じられる華やかなカラーです。アクセントカラーとしてはもちろん、ベージュカラーの延長として単色塗りでも楽しめそうだなと思いました。このカラーものすごく可愛いです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらのグリーンは見た目よりも発色が柔らかくてかなり使いやすいですね。ブルーに近いような透明感のあるグリーンカラーです。はい、C のカラーはこんな感じでした。パレットで見るともう少し深みのあるグリーンに発色するのかなと思いましたが、まぶたの上に乗せてみるとホワイトのニュアンスが全体にかかっていて、ブルーに近いような明るく透明感のあるグリーンに発色しました。ホワイト系のラメもしっかりと効いているので、くすまないグリーンという感じですごく使いやすそうです。最後 D のカラーです。
ちらは比較的ラメやパールが控えめな質感で締め色として活躍してくれそうです。ほんのりパープルのニュアンスを感じるような寒色系のブラウンカラーですね。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。高発色でしっかりと深みを感じるようなパープル寄りのブラウンカラーですが、何度か重ねていくとこちらにも微細なラメが見えたので、あまり重くなりすぎずにこのパレット全体をまとめてくれそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。それでは03アーバンクラシック全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から目尻に向かって締め色としてのせていきます。A のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に C のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にのせていきます。はい、03アーバンクラシック全色を使ったメイクが完成しました。パレットで見ると C のグリーンのカラーがかなり目立っていましたが、実際にまぶたの上にのせるとかなり淡いニュアンスに発色したので、全色を組み合わせてメイクしても大人っぽいゴールデンベージュ系の中にアクセントとしてほんのりグリーンが入っているような、ものすごく使いやすいパレットだなと思いました。贅沢なラメも楽しめるので、大人っぽい華やかさを演出したい時におすすめです。引きで見るとこんな感じです。それでは最後、限定色の EX01 セレーモンメットをご紹介していきます。まずは1色ずつ単色塗りしていきます。まずは A のカラー。明るめのブルーカラーがベースになっていますが、全体的にくすみニュアンスが効いていて落ち着いています。ラメも贅沢で艶やかでとても綺麗です。1色目 A のカラーはこんな感じでした。ほんのりグリーンのニュアンスも感じるようなくすみ系の明るいブルーカラーのベースに深みのあるブルーの大粒ラメがキラキラと輝きます。続いて B のカラー。B のカラーは意外と見た目よりも深みが出すぎずに使いやすいです。B のカラーはこんな感じでした。指で何度か塗り重ねてもそこまで暗くなりすぎずに絶妙にピンクのニュアンスを感じるようなトープに発色しました。あまり深みは出したくないけれど少しメリハリが欲しい時に活躍してくれそうなカラーです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらのカラーも意外と深みが出すぎずに明るいニュアンスに発色しています。ネイビーに近いような大人っぽいブルーに発色するので、見た目よりもすごく使いやすいです。はい、C のカラーはこんな感じでした。先ほどご紹介した03のパレットの C のカラーのようなパレットの見た目よりもホワイトのニュアンスが効いていて明るく発色してくれるタイプのブルーカラーですごく使いやすかったです。カラー自体も明るいブルーというよりもネイビーに近いようなブルーカラーなので大人っぽいアクセントカラーとして活躍してくれそうだなと思います。最後 D のカラーです。こちらはかなり高発色なタイプです。パールは控えめですが、大粒のラメがキラキラと散りばめられています。最後 D のカラーはこんな感じでした。青みのパープルカラーを深くしていったような締め色で、ものすごくおしゃれなカラーだなと思います。反対に塗っているブルーともかなり相性が良さそうです。ベーシックなブラウンと同じような感覚で使えそうですが、一気に目元におしゃれなニュアンスをプラスしてくれるなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。それでは限定色の EX01 セレーモンメット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回のメインカラーであるブルーを前面にしっかりと出していきます。
続いて D のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで太めのライン状にのせていきます。同系色のグラデーションになってとても綺麗です。続いて B のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの目の中心にのせていきます。はい、こんな感じで EX01 セレーモンメット全色を使ったメイクが完成しました。こちらの限定パレットは深みが効いている大人っぽいブルーがメインになっていたので、このブルーをしっかりと発色させてみました。ブルー自体に絶妙な透け感があったり、パールやラメがしっかりと効いていたり、カラーのニュアンスが全体的にダークなトーンで揃っていたので、大人っぽく馴染みやすいブルーメイクを楽しむことができました。上品で洗練されたブルーメイクといった感じに仕上がってすごく素敵です。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで8月9日全国発売、6月19日より先行発売中のルナソルアイカラーレーション N 全色をご紹介していきました。どのパレットも全体的に高発色でしたが、通常のアイカラーレーションよりもしっとりと滑らかで肌に溶け込むような粉質だったので、発色は楽しめながらも上品な印象になるところがすごく綺麗だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。